はいどうも、マシマです。今回はですね、こんな DM をもらったのでちょっと紹介したいと思います。私は漫画家志望者です。漫画の描き方、特にネームについてお伺いしたいと思い DM しました。基本的にこういうお話が書きたい。ラストの結末まで大体決まっている。でも、いざネームを書こうとすると手が止まってしまいます。なぜかというと、ある程度書きたいシーンは思いつくのですが、小回りが思いつかなくて悩んでしまいます。こういう場合、自分の中の映像のストックが足りないからだとよく言われるのですが、どのようにして魅力的な小回りや見せ方をストックしていけばいいのでしょうか。魅力的な小回りが書けるようになる練習方法やコツなどを教えていただけると嬉しいですと。はい、このような DM が来ていました。確かにね、書いたことない人とかね、慣れてない人にとってネームを書くっていうのはすごい難しい作業なので、なかなかね、誰かが教えてくれるというものでもないので、今回はですね、ネームの書き方を教えていこうと思います。これからね、漫画家になろうと思っている人とかね、今ネームが書きたいけど書けないでね、詰まっている人、悩んでいる人、さらにはね、漫画家のネームってどんな感じで作っているんだろうって興味がある人とかね、そういう人たちに向けた動画となっております。この動画をね、最後まで見ていただければ、ネームの書き方、プロはね、どんなことを考えてネームを作っているのかというようなことがわかると思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。まずネームとは何かというお話からしようと思います。漫画とはネーム、下書き、ペン入れ、仕上げ、このような工程を経て制作されています。下書きの前にあるということはつまり、そうです、漫画の設計図のようなものです。絵コンテみたいなものという例え方もよく言われますね。実際漫画の良し悪しはこのネームの出来が半分以上を占めていると言っても過言ではありません。ネームの出来イコール漫画の出来、ネームの出来が漫画の出来。はい、大事なことなので2回言いました。こちらが実際のネームです。キャラの表情、セリフ、小回りなんかも大体このネームの段階で決めています。このネームを元に漫画を仕上げていくというわけですね。僕のネームはかなり綺麗に書き込んであるとよく言われますが、それには理由があります。その話はまた後ほどいたします。ちなみに私がネーム原作をしている作品のネームはこちら。はい、雑ですね。作画担当の上田さん、いつもすみません。ほんとごめんなさい。こんな感じでね、ネームというのはね、人それぞれ書き方が違います。あなただけのね、書き方を見つけることもまず大事だと思っております。ネームが書けない人の特徴。その1、最初から完璧を目指してしまう。先ほどネームの出来は漫画の出来といったようにですね、ネームが面白くないと漫画は面白くなりません。だからつい完璧を目指してしまう。いいんです。完璧を目指してください。ただし、それはネームを完成させるという作業の後半の話です。ネームは設計図とも言いました。最初はガタガタでいいんです。おかしなところを少しずつ直していって、最終的に自分が目指す完璧に近づけていきましょう。最初から完璧を目指す必要はありません。まずはつまらなくてもいいから最後まで書き切ることです。そこから面白くなるように修正していきましょう。それは担当編集の意見だったり、友人、知人の意見などを聞いて完璧に近づけていけばいいんです。ネームは直してなんぼの作業だと割り切ってください。ちなみに僕はデビュー作レイブの1話目のネーム50回以上直しています。もうどこをどう直せば担当に面白いってね、言ってもらえるかわからなくなってですね、やけで主人公の家に変な花をつけちゃいました。そしたらこれが担当にバカウケです。これだよ真島くん、これじゃないでしょって思ったけど、後にね、このキャラはやっぱりインパクトがあったのか、僕の作品の中でもずっとファンに愛されるキャラになってくれました。ネームが書けない人の特徴。その2、ページ配分ができていない。だらだらと書いていたらあっという間に規定ページになってしまった。しかしこちらはまだマシです。残りページ数が気になって先に進めない。こちらは深刻です。実はページをオーバーしてしまうのは何の問題もありません。先ほど話したように、ここから直していけるからです。面白くないシーン、不要なシーン、いくらでもカットできます。逆にページ数が気になって筆が進まない人は、まずはプロットを作るのをおすすめします。プロットとは何か。これはネームのさらに前の段階の設計図だと思ってください。ネームはキャラ、セリフ、小回りなどを決める設計図だとしたら、プロットは出来事を箇条書きするだけのメモ帳程度に思ってくれてもいいです。
プロットができたらそこに大まかなページ配分をメモしていきます。例えばオープニングは3ページ、友人との出会いが3ページ、事件発生は5ページ使うみたいな感じですね。大雑把でいいので規定のページを振り分けていきます。例えばね、30ページの漫画が描きたかったら30ページ分をこのプロットに振り分けていくっていう感じですね。この時書いたページ数はあくまでガイドラインです。必ず守らなければいけないものではないので感覚で書いていきましょう。これを先に設定しておくことでネーム作業の時様々な気づきがあります。あれ、オープニング3ページの予定だったけど4ページ使っちゃったなとかですね、事件で5ページ使う予定が3ページで終わっちゃったとかですね。そしたらその都度プロットに書いたページのガイドを修正してページを調整していきます。そうやって全体を管理することでだんだんとページ配分の感覚が身についていきます。ネームが書けない人の特徴その3、一コマ一コマ考えてしまう。これは一コマ書いたら次のコマを書くのに時間がかかってしまう人。ネームって一コマ一コマ書くんじゃないの？もちろんそういう作り方の人もいます。ですが僕のおすすめは先にストーリー、セリフですね。これだけを全部書いてしまう方法。これはどういうことかというと、絵やコマ割りはまず置いておきます。こんな感じでセリフだけを先にラストページまで書き切ってしまいます。絵は入ってませんがあなたの考えたストーリーです。頭の中でイメージはできているはずです。こんな感じで作っていくとセリフに詰まったら飛ばしていけばいいんです。ここでかっこいい決め台詞言いたいんだけどな、思いつかないから先に進めないや。こんな時は後回しにしましょう。まずは全体の流れを作る方が先です。後半を書いてるうちにですね、あそこでこんなセリフ言ってたらここがもっと面白くなるかもしれないなみたいなね、気づきもあるかもしれません。それにね、絵が入っていないので修正も割と簡単です。はい、以上ネームを書けない人の特徴でしたが、他にもね様々な理由で書けない人もいるかもしれません。そんな時はイメージを持ってください。自分は将来のスター選手だと、この漫画はきっと新人賞を取る、大ヒットするぞ、未来を夢見てください。そんなプラス思考のイメージがあなたを前に進ませます。さてここからはですね、実際にどうやってネームを書いていくか実践編といきましょう。まずネームを書く人が一番詰まるところはもう冒頭です。間違いありません。冒頭様々な演出方法がありますが、思いつかなければ定番の演出で問題ありません。面白い演出を思いついたら後から直せばいいんです。よくある手法として現在地を示す背景のコマから始まります。そしてインパクトのある主人公の登場。この少女炎の中から出てきたぞ、どうなってんだ。はい、これでオープニング完成です。あとはね、あなたの考えたキャラクターストーリーを組み立てて物語を作っていきましょう。続いてコマ割り。質問者の方はコマ割りがよくわからないとおっしゃっていたので、ここはちょっと時間を割いて解説したいと思います。一般的に1ページあたり6コマ前後のコマ数が見やすいと言われていますが、決まりはありません。ここは自由に作って大丈夫です。ただし意識してほしいことはいくつかあります。まずはコマの大きさ。先ほど自由にしていいと言ったんですけども、こんなコマ割りの漫画見づらいですよね。コマを割るときはセリフの量に応じて割るべきではありません。読者の見やすさを意識しましょう。客観的に自分がこの漫画の読者だと思って、果たしてこの漫画は読みやすいかどうかしっかり判断してください。そしてコマの大きさを決めるコツは、一番見せたいものを大きいコマにする、これだけです。逆に言うと一番見せたいコマ以外はどんなに小さくても構いません。バトル漫画なら大技を出してるコマ、スポーツ漫画なら得点や勝敗に絡むコマ、恋愛漫画なら告白シーン、それ以外にも大事なことを言っているコマ、決め台詞を言ってるコマ、衝撃の真実がわかるコマなどですね。大事なコマは大きく、これだけ覚えておけばコマの大きさで悩むことは一切ありません。漫画のコマというのはですね、メリハリが大事だとよく言われておりまして、大コマ、小さいコマ、小さいコマ、大コマみたいなね、緩急をつけることが大事だと言われております。この辺もね、もう書いていくうちに分かってくると思います。慣れもあると思うんですよ。最初のうちは分からないと思います。はい、おまけですけども、大コマを置くのに最適な位置というのがありまして、厳密に言えばどこでも大丈夫です。しかしこの後紹介するめくりという手法とのね、相乗効果を考えると、右上、つまり読者がページをめくった時に一番最初に目にするコマに大コマを持ってくるのが効果が高いと思います。
そして次に大事なのはめくりという手法です。最近では電子書籍専用の漫画や縦読みの漫画もあるので一概には言えないのですが、雑誌単行本で漫画を読む場合、読者は必ずページをめくるという作業をします。そこで読者にページをめくってもらうためにプロは様々な工夫をしています。はい、こちらをご覧ください。男性が女性にプロポーズをしています。私と結婚してください、マン。はい、次のコマ、女性。はい、喜んで。これ一見何もおかしなところはないように見えますが、キャラの顔はちょっと置いといてください。実はかなりもったいないです。男性のプロポーズに対して女性の返答まで間を作った方が緊張感も出ますし、次のページへの動線にもなります。こちらプロならこうします。男性のプロポーズ、驚く女性の顔、緊張している様子の男性、そして最後のコマに女性が何かを言おうとしている口元。早く次のページを読ませてくれとなります。で、実際ページをめくるとですね、女性が大きなコマで笑顔で答えています。このようにページをめくらせるための工夫をプロはみんなやっています。もちろんね、マイページこれをやってるわけではありませんが、少なからずプロはみんなめくりを意識して漫画を作っています。そして最後に間と省略です。間というのはですね、先ほど紹介したプロポーズ後のセリフのないコマのことです。セリフとセリフの間の時間間隔が欲しい時や次の一言を待つ時間などの演出に使われます。他にも背景で場面が変わったことを演出したり、突然の沈黙を演出したり、様々な使い方があるので、たくさん漫画を読んで研究するといいと思います。そして省略、これはページ数が限られている漫画の中でいかに無駄を省くかという手法です。例えばこんなページを見てみましょう。はい、じゃんけんしようぜ。はい、いいよ、いくぞ、じゃんけんポン。はい、バーン。はい、バーン。はい、よっしゃー。じゃんけんするだけのシーンに1ページ使っています。演出として必要ならばこれで何の問題もありません。ただしじゃんけんをすることよりじゃんけんの勝敗の結果の方が大事な場合、このページはこのようにします。はい、たったの2コマです。じゃんけんしようぜ。いいよ、よっしゃ。これだけでね、コマとコマの間に何があったか想像できるでしょ。これが省略です。この手法を使うことでコマ数を減らしてテンポのいい展開が作れます。それとね、冒頭でも少し触れましたが、ネームの絵はなるべく丁寧に描いた方がいいです。何度も直すものなのに丁寧に描くのは効率悪くない？そんなことはありません。あなたの絵の練習にもなっているからです。逆に画力が上がっていくんです。効率が悪いはずがありません。プロになった後はですね、ネームを汚く描いても誰も文句は言いません。それはね、担当編集を含めて周りがあなたの絵を認知しているからです。どんな絵が入るかイメージができるからなんですね。ですが新人のうちは絵の練習も兼ねてネームはできるだけ綺麗に描くことをお勧めします。はい、これ余談なんですけど、僕がネームを丁寧に描く理由はですね、ネームを下書きとして使うからなんですよね。デジタルでペン入れをするので多少下書きの線が歪んでいても気になりません。こうすることで漫画制作における下書きという工程をね、丸々カットして時間短縮しているというわけです。実際下書きの工程がないだけで約1日分ぐらいの時短になっています。そうなんですよ、1日浮いてるんですよ。すごくないですか？相談者さんが質問していた魅力的なコマ割りとはどういうものなのかについて解説していきます。誤解を恐れずに言うと、魅力的なコマ割りというものは存在しません。まずはこちらのコマ割り、皆さんどう思いますか？魅力的でしょうか？魅力的ではないでしょうか？はい、答えはそんなのわかるかです。絵が入ってないコマ割りだけを見た場合、その良し悪しは分かりません。試しにここに何か絵を入れてみましょう。コマ割りはダイナミックなのに中の絵に動きがなく面白みがありませんね。続いてこちら、今度は大駒に迫力のある絵を入れてみました。どうでしょう？コマ割りも魅力的に見えてきたんじゃないでしょうか。つまりコマ割りの良し悪しは絵やセリフなど複数の要素とセットで評価されるものなのです。先ほど言ったように一番見せたいコマ、大切なコマを大きくし、他のコマは見せたいコマへのつなぎの役目と考えてもいいです。
つなぐためには何が必要か、間や省略を使ったテンポ感、そして大駒へとつなぐ最大のアシスト、めくりです。これらを駆使してネームをより完成度の高いものに仕上げていくのですが、何度も言うように最初から完璧にできる人はいません。まずは自分なりに考えながらとにかくネームを完成させましょう。その後納得いくまで直せばいいんです。そしてもう一つ、魅力的な小回りが思いつかないのは映像のストックが足りないのかという質問もありました。映像のストックとは映画やアニメ、ゲームなんかの映像のことですね。これらは主に構図、演出というものの肥やしになっていくものです。なのでたくさんの映像作品に触れることは漫画家にとってとても大切なことだと思います。ただし、たくさんの映像が頭の中にあってもそれを小回りに反映できるかは別の問題です。ここからは応用力が必要になってきます。例えばあの映像の絶叫シーンは漫画で言ったらめくりの次のコマかなとかね、睨み合ってる2人をカメラが交互に映していくシーンは漫画にしたらこんな感じかなとかね、あの映像はカメラが縦にパンしていたから漫画にしたら縦長のコマかなみたいにね、映像から漫画にしたらどういう小回りになるのかを考えて応用しなければなりません。そういう意味でも小回りも映像でいうカット割りのような演出の一つと言えます。だけど人間初めから応用なんてできません。まずは基本を覚えることです。基本とは何か、見せたいコマを大きくする、これだけです。これができたなら次はめくり、間、省略なども取り入れましょう。そこまでできたならもう応用編に進めるだけの力があります。映像を漫画の小回りに分解して魅力的な演出をしてください。というわけでネームの書き方やってきましたけれど、相談者の方、ネーム書けそうでしょうか。まとめるとこんな感じです。最初から完璧を目指さない。とにかく下手でもいいので完成させよう。プロットを作り、ページ配分を適当に決めてガイドにしよう。一コマ一コマ考えずに、まずは流れで全体のセリフだけ入ったものを作ろう。小回りの基本は見せたいコマを大きくする、これだけ。意識するのはめくり、間、省略。ネームができたらね、怖がらずに誰かに見てもらいましょう。担当編集がいればそれが一番ですが、そうじゃない場合は家族、友人、誰でもいいです。とにかく誰かに見てもらうことです。その時ですね、面白かったしか言わなかった人には次からネームを見せなくていいです。これは友達を辞めろと言ってるわけではありません。友人は大切にしてくださいね。面白かったけど〇〇くんの気持ちがよくわからなかったななどとね、正直な感想を伝えてくれる人に見てもらえたらラッキーです。なぜかというと、それはあなたのネームがもっと面白くなるからです。ネームは数をこなすことで自然と上達します。ページ間隔、めくり、大駒の使い方なんかも身についていきます。とにかくたくさん書きましょう。そしてたくさん直しましょう。偉そうなこと言ってますけどね、ネームって奥が深いんですよ。私だってまだまだ勉強中です。新人の皆さんがわからないのは当然です。ですが経験からアドバイスできることはありますので、これからもこういった講座系のね動画もっと見たいよって方がいたらですね、コメントよろしくお願いします。それと漫画やイラストについての相談や悩みなどあれば、私の Twitter の DM にコメントお願いします。はい、今回はここまでです。皆さんいかがだったでしょうかね。ネーム難しいんですけどね、まあたくさんやるのが上達への近道です。はい、では起立礼解散、お疲れ。これを見てるあなたが未来の大作家になることを願っています。それじゃあ皆さん、またね。